すする TV。 ずるずるどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、いつも動画を見ていただいてるずるずるずの面々の皆様、本日はですね、待ちに待ったウェアラーメンの発売日です。イエーイ。先日始動したウェアラーメンプロジェクト、昼ラーメンをコンセプトにしたこのウェアラーメンは、ラーメン屋さんをとにかく応援したいすするの思いがグラニフさんの思いとマッチし実現した待望の企画。ラーメン屋さんをおしゃれな T シャツにするということで、前回すするの提案により第1弾店舗天下一品さん、千里眼さん、裏武蔵屋さんの3店舗が決定。そして各店舗ごとに実力派デザイナーさんを起用し、新しいラーメンカルチャーとしての T シャツがついに完成。前回登場した天下一品さんのデザインがこちら。そしてこの度初披露、家系の中から最近話題沸騰の裏武蔵屋さんのデザインはこちら。裏武蔵屋といえばの黄金チーユが輝く最高の仕上がり。そしてがっつり系ラーメンとしてすするもお世話になっている千里眼さん、ストリート系のすげえかっこいいデザインになりました。そんなわけでウェアラーメン第1弾の3店舗がついに出揃い、本日より発売開始ということで、すするがグラニフにやってきたのであります。読み込み中です。というわけで改めて本日よろしくお願いいたします。お願いします。私はですね、ブランド戦略室のマネージャーをしております浅木宏と申します。よろしくお願いします。お願いします。リテールチームのマネージャーをしてます佐藤と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、いよいよ今日から T シャツ発売ですよ。はい、そうなんです。この日をもうめちゃくちゃ楽しみにしました。本当にちょっとその前に実はちょっと言っておかなければいけないことがありまして、でもめちゃくちゃ嫌な予感するんですけど、実はですね、長袖とおートートバッグとやってんなマジで。おーマグカップも最高かよ。はい、こちらを合わせて全店で展開することになりました。全店でこの3つも。はい、おお。袖、長袖、トートバッグ、マグカップ、すべてのお店で展開させていただきます。じゃあ例えばもう暖かい昼間は天下一品の T シャツを着て、はい、肌寒い夜は千里眼の長袖 T シャツを着て、いいですね。一休みに裏武蔵屋のマグカップでコーヒー飲んだりできると。最高かよ。変でした。というわけで、本日はせっかくの発売日なので、一緒にラーメンをすすってグルーヴを高めていきましょう。というわけで本日すすりに行くお店はこちらです。ドン。小田急線東北沢駅から徒歩7分くらいのところにあります千里眼さんにお邪魔してます。こちら千里眼さんはいわゆるもう野菜がこうたっぷりのったがっつりニンニク系のラーメンなんですけど、これは多分3人のグルーヴを高めるにはめちゃくちゃいいラーメンだと思うんですよ。みんなでしっかりとラーメンすすって今日からウェアラーメンプロジェクト成功させていきましょう。レッツゴー。おーさあ、というわけで東北沢駅近くの千里眼さん到着しました。お二人はこういうなんかこうがっつりニンニクとか野菜がこうバーって乗ったラーメンはあんまり食べたことはないですか？ないです。ないです。もうほぼほぼ初めてです。初めて。初めてだったらでも千里眼さんめちゃくちゃいいかもしれない。ちょっとお腹ペコペコにしてきました。あー素晴らしいです。まずはお腹を空かしてくる、これ第一ポイントです。まず一つお腹を空かしてくる。あと一応そのコールとかちょっとそういうのがあるんです。そこはちょっと後々お伝えしますので、ご教授ください。はい、とりあえずお店の方向かっていきましょう。はい。これ匂い嗅ぎました？このいや、嗅いでないです。ちょっと油とか野菜の豚の匂いがする。そうですね。いい匂いが。これをいい匂いと言ってください。これいい匂いと。ご飯食べれそうですね。おお、めちゃくちゃ美味しく食べれると思います。楽しみです。よろしくお願いします。はい。さあ千里眼さん食決です。すするはラーメンと生卵の豪華版すき焼きもプッシュ。そしてがっつりのお供黒ウーロン茶もレッツゴー。さあそしてすするが初めての人におすすめする注文方法は、初めてなんでいきなりこのラーメン大とか行くと結構量が多くてやられちゃうので、まずはやっぱこのラーメンからいきましょう。はい、はい、やっぱがっつり系にはこの黒ウーロン茶です。黒ウーロン茶もいいよ。あ、そうはい、ぜひぜひ。千里眼さんって麺の量を調節してもらえるんですよ。普通の量っていわゆるそのラーメン屋さんの2倍から3倍ぐらいの量があるって言われてるんです。なのでまあ初めてだったら半分とか、ここら辺の量がいいかなと思います。はい、そんなわけで全員の食券購入が完了。ここで食券を提出するときに言うこともあるようで、
さあというわけで席着きましたんで、これから注文していくんですけど、まずは麺の量を先に申告しましょう。食券を出す時に僕はこのまま行くんですけど、はい、お二人はこの時に、麺半分でお願いしますと伝えると、しっかりとその分の量のラーメンが出てきますんでお願いします。はい、麺半分でお願いします。はい、私も麺半分でお願いします。でこの後いわゆるこのコールってやつですね。ここにこれあるじゃないですか。これ結構そのがっつり系ラーメンのお店では、ちょっとここは難しいとかちょっと呪文っぽいとかって言われたりするんですけど、すごく簡単なんですよ。店員さんの方から「じゃあニンニク入れますか?」って聞かれるので、自分がこう増したいトッピング、例えば僕だったらこれ野菜ニンニク油唐揚げとかで、全部行きたかったらもう全部とかでも大丈夫です。で野菜を例えば少なくしたかったら野菜少なめニンニク油唐揚げとかっていう感じです。この唐揚げっていうトッピングは千里眼にしかないので、ぜひ入れていただきたい。あとニンニク入れるとやっぱ美味しくなるので、ニンニクもありかなという感じです。はい。どうですか、どれ入れるか決まりました？お、あ、なるほどなるほど。じゃあちょっと練習しましょう。じゃあ10番の方ニンニク入れますか？はい、全部でお願いします。ああ、完璧です。バッチリです。もうだいぶグループ高まってきたなこれ。T シャツがもう素晴らしいですから、はい。そうですね。これで準備は万端。千里眼 T シャツにもしっかりと染み込みそうなラーメンの香りが漂ってきたなら、早速コールのお時間です。ちょっと独特の緊張感。では12番のお客様、ニンニク入れますか？野菜ニンニク油唐揚げでお願いします。じゃあ11番のお客様はどうされますか？ニンニクと唐揚げでお願いしニンニク唐揚げ。はい、では10番のお客様、はい、全部でお願いします。全部でお待ちください。きっちりコールを詠唱できたところでやってきましたよ。こちらが千里眼さんのラーメン野菜ニンニク油唐揚げです。フォーイ。高く盛られた野菜の山に油の雪が降り注ぎ、唐揚げは色づいた紅葉のように咲き誇っており、すき焼きと黒ウーロン茶もこりゃ風流ですなぁと言っているぞってことで、みんなでせーのいただきます。ここからも自由に思うままに。ます。混ぜた方がいいんですか？ああ、いいとこ言いますね。下からこう麺を引っ張り出して天地返しって言うんですけど、それで食べても美味しいです。混ぜるにしてもまず上崩さないとって感じしますよね。あ、そうですね。最初にだから野菜を結構ある程度食べ進めてから天地返しするっていうパターン。さあ天地返ししない派のすするは油のかかった野菜から食らいついていく。程よい茹で加減の野菜を時折卓上の醤油だれなんかもかけながら、すするも初めてすすったあの日のことを思い出しながら食らい進めていると、うまいです。ハマりそうですか？ハマりそうです。おお。唐揚げってこの赤いこれも唐揚げって言うんですよ。そうです。この辛い天かすにちょっとな辛いをるほどね。しているものなんですよ。これがなんかこれをまた溶かっていくと結構ピリ辛で味が変わっていくんで。そんなわけですするも野菜を軽く唐揚げにも絡めながら食らっていったら、今日もあなたに会いに来ました。お待たせ麺とご対面。千里眼さんといえばのしっかり太麺がスープをまとってやっぱりうまそうじゃないかってことで、千里眼 T シャツを着た皆さん一緒に行きましょう。それではレアラーメンのさらなる成功を祈ってすする。はい。キュポポポーン。ガシッとした縮れ太麺は噛み応えのある心地よさとともに喉越しも感じられ、風味も絶妙でナイスな麺。以前よりも豚感が増してる気もしてサンライズ。何かが始まる予感がします。ということでそんな麺を今度はすき焼きにつけてみましょうってことで、千里眼さんのすき焼きとは生卵にかつお粉、ネギ、特製だれが入ったものですよという説明を挟んで、本日2度目のレッツゴースーズルパピョーン。生卵のまろやかさだけでなく特製だれの甘みで一気に新しい味わいに。初めて麺に出会った日、僕はビルの向こうのすき焼きを探していたんだなと思い出されます。さあそんな感じでもう初めても経験者も関係なくみんな好きなようにすすろうぜってことで、ずるずるとすすり続けたなら、ほろっとした豚に食らいついて肉感と油感が絶妙でナイス豚グッドピッグ賞を捧げたところで、すき焼きを駆使したり唐揚げが溶け出してアクセントのついた麺をすすったりして、本日も完食です。大変美味しくすすれました。初心者でも行きやすい、誰でも迎え入れてくれる千里眼さん、皆さんも千里眼 T シャツを着てぜひ行ってみてください。それではゴーストレイ。はい、ごちそうさまでした。というわけで千里眼さんでラーメンいただいたんですけど、
どうでしたか、初めてのこのがっつり系ラーメン。いやもう本当に美味しくて、見た目はすごかったんですけど、インパクトがなんか本当スルスルいけてしまって、最初大丈夫かなと思ったんで、とても美味しくいただきました。おお、いや、美味しくて、今もちょっとスープ飲みたいんですけど、撮影始まっちゃったんで、ちょっと止めときます。そうですね、なんか癖になっちゃうんですね、どうしてもはい、ね。後でいただきます。もしよかったら2人またこの T シャツ着て一緒に行きましょう。はい、これせっかく来ます。いただきます。そしてなんと今回ね、千里眼の店長さんにこちらの T シャツ着ていただきました。本当にすみません、ありがとうございます。ありがとうございます。結構なんか後ろでこう作ってる時バックプリントがいいですね。結構いけてるなと思ったんです。なんか今までのうちっぽくないデザインで、なんか斬新で新鮮でかっこいいですよね。はい。皆さんがこの T シャツ着て座ってるの見たらちょっとビビっちゃいますね。ビビっちゃいますね。興奮しちゃいますよ。みんなこれで着てなんかカウンタージャックとかしてくれたらすごい面白いなとか思う。嬉しいですね。やっぱラーメン界で働いている方々に気に入っていただけたらすごく嬉しいです。ありがとうございます。ということで、すする、そしてラーメン屋さんもお気に入りのウェアラーメン第1弾が本日より発売開始。改めて第1弾のラインナップをご紹介。まずは言わずと知れたこってり系の名店天下一品さん。こちらはすする T シャツのデザインなどもしてくれている友人であり新進気鋭のデザイナー町田博親君にデザインしてもらいました。めちゃめちゃおしゃれです。天下一品さんデザイン、なんといってもこのスープを半分ほど飲むと現れる明日もお待ちしてます。これあるのめちゃくちゃいいです。天一ファンとしてはたまらない。天下一品で総本店が京都にあるんですけど、なんかそんなにこう京都の街にこのアメリカンな少年がお店に入っていくっていうのがすごくなんか今っぽくて、僕はいいデザインだと思いましたね。そして最近すするがハマった家系ラーメン裏武蔵屋さん。こちらは過去にすするもコラボしたリリカルスクールのグッズを作る吉田さんにデザインしてもらいました。めちゃめちゃかっこいいです。裏武蔵屋さんといえばね、この黄金チー油、上にかかってるこの超美味しいこのチー油にねこうフィーチャーしてくれて、結構ねこう漢字が多めでちょっとこう和の雰囲気が入ってるのもすごく個人的にはいいかなと思いまして、すごくいいです。裏武蔵屋さんのラーメンをすすりたくなる一着になってると思います。最後に本日伺ったがっつり系の名店千里さん。ストリートカルチャーを巧みに映し出すアーティストソウ篠崎さんがデザインしてくれました。手書きのストリート感がたまらないデザインです。このワンポイントはまずお店のロゴを使ったものであるっていうところがあって、あと後ろを見てもら僕は個人的にこの営業時間が書かれてるライブのポスターとかですやっぱりラーメンのこのライブ感っていうのを僕は結構大事にしてるというか、そこら辺にも注目していただけると嬉しいですね。そんなウェアラーメン第1弾3店舗は一部店舗を除くグラニフの店舗や概要欄のリンク裏武蔵屋さんでは店舗でも販売しております。詳細は概要欄をぜひご覧ください。すするの一つの夢が叶ったウェアラーメンプロジェクト第2弾第3弾の店舗も超ご期待ください。この動画を見てくださってる皆様もぜひぜひラーメンを着て、そしてラーメンをすすりに行きましょう。ありがとうウェアラーメン、これからもよろしく。うわー